鯉の滝登りに象徴される瞬発的なスピード。高速で回遊するマグロやカジキの持久力。魚たちの遊泳スピードは動力船を上回るほど速く、マグロ類では最大時速 82km、カジキの仲間に至っては時速 100km を超えます。これは筋肉の量だけでは達成し得ないスピードであり、魚たちは水の抵抗を減らすなどの特殊能力を使ってこの能力を達成しているのです。魚たちが水中を泳ぐ能力はその筋力もさることながら、水中という環境を生かす体型や遊泳方法にあります。魚が速く泳げる理由を中心に解説いたします。本日の結論です。生息環境や捕食の仕方に対応して進化させた。本日の目次です。浮力を味方につけて推進する魚。速度に応じて使われる筋肉。突進速度で逃げる魚。速さを生み出す魚の体型。大きい魚ほど速く泳ぐ。泳ぎ方の違い。尾びれの役割。様々な器官を駆使して泳ぐ。この8つについて解説いたします。浮力を味方につけて推進する魚。目の前をあっという間に泳ぎ去っていく魚。水中に潜り、魚を追いかけても人間の遊泳能力では追いつくことなど無理な話です。それどころか多くの魚は我々人間が陸上を走るよりも速く水中を泳ぎます。なぜ魚たちは空気よりも密度の高い抵抗の大きい水中であれほどまでに速く泳ぐことができるのでしょうか。これを理解するには水中という環境の特殊性に着目する必要があります。我々人間を含めた陸生動物が常に重力に対抗して姿勢を維持するために大きな力を必要としているのに対し、魚たちは自らの比重に近い水中にいるおかげで大きな力を使うことなく姿勢を保つことができるのが大きな違いです。このことは魚がその筋力のほぼ全てを推進のために使うことができることを意味します。実際魚は陸生生物に必要な高重力筋、姿勢を維持するための筋肉を持ちません。体のほとんどを占める体側筋は推進力を生み出すためだけにあります。このいわば無駄のない筋肉の構成が速く泳げる第一の理由と言えます。速度に応じて使われる筋肉。遊泳速度と一口に言っても瞬間的なスピードなのか、長距離を泳ぐ際のスピードなのかによって意味は異なります。数秒以下の短時間に出すことのできる最大スピードを突進速度、実験値、最大遊泳速度、理論値と呼びます。それに対して比較的長時間、実験では30分から数時間泳ぎ続けられる最大のスピードを巡航速度と呼びます。また、災害を回避して自ら呼吸することができないカツオ、マグロでは、呼吸や揚力を維持するための最小維持速度という概念がありますが、これは巡航速度より低くなります。突進速度もしくは最大遊泳速度と巡航速度の関係は遊泳に使われる筋肉の違いです。魚の遊泳能力には体側筋、普通筋と血合筋の役割が大きな意味を持ちます。体側筋は比較的短時間しか収縮を繰り返すことができない一方、血合筋は酸素の供給が十分であれば長時間収縮を繰り返すことができます。魚が突進速度を出す場合、主に体側筋が使われるため、スピードは出ても持続時間は短くなります。巡航速度で泳いでいるときは血合筋が使われているため、疲労せず長時間泳ぎ続けられるわけです。付け加えれば血合筋をたくさん持つ魚ほど長時間の遊泳に耐えるということになります。また、巡航速度から突進速度のスピード域では体側筋と血合筋双方を使って泳いでいるため、速度が速くなるほど持続時間が短くなります。打足になりますが、巡航速度や突進速度は漁道や発電所などの排水溝を設置するため、あるいは効率よく魚を捕獲するために
調査されることが多いです。例えば魚道については、そこを流れる水の流速が遡上する魚の突進速度を超えないように指針が設けられています。速度に応じて使われる筋肉。ブリは巡航速度では血合い筋のみが使われていますが、速度がある一定のスピードを超えたところから体側筋が使われるようになり、速度が上がるとともにその割合が増えていきます。体側筋は酸素が供給されなくても収縮しますが、反面持久力がありません。突進速度で逃げる魚。釣りの面で魚のスピードが特に体感されるのは、針がかりした魚が障害物や沖へ向かって走るときです。針をくわえたり糸が張ったりすることで違和感を感じた魚は逃げようとします。また餌を見つけて素早く食いついてくるときも魚のスピードの速さに驚かされます。魚の突進速度は1秒あたり体長の約10倍が目安になります。体長40センチメートルの魚なら1秒に4メートル走ることになります。しかし瞬間的にはそれより速く体長の20倍ほどのスピードを出すケースがあることが実験によって明らかになっています。体長30センチメートルに満たない渓流魚が一瞬のうちに5メートル以上移動することもあります。そのため特に障害物に向かって走る魚では、魚が大きくなるほど当たりを見逃したり合わせが遅れたりすることで取り込みが難しくなります。障害物が多い場所などシビアな状況では、わずか 0.1 秒の差が魚を取り込めるか否かの分かれ道になることもあります。当たりに対する釣り人の反応速度に加え、ハリスがたるんでいて浮きや手元に当たりが伝わるのが遅くなるだけでも 0.1 秒程度の差が生まれてしまうことを知っておきましょう。反面、突進速度は持久力のない体側筋が生み出すものなので、長時間やり取りしていれば必ず魚は疲れてきます。道糸が根に巻かれるような場所でなければ、じっくりとやり取りするのが得策です。なお、釣り人が感じるいわゆる魚の引きは大型になるほど強くなりますが、これは魚の体重よりも突進速度によるところが大きいです。冒頭で説明したように、魚は密度の高い水中にいるため、例えば体重 5kg の魚であっても、比重が 1.1 であれば、仕掛けには 0.5kg の重量しかかかっていないことになります。例えば12ポンド約 5.4kg の強度がある道糸で 10kg を超える魚とやり取りできるのはこの理由からです。また抜き上げた瞬間に仕掛けが切れるケースが多いのは、魚が空中に出た瞬間に仕掛けに魚の体重がかかってくるためです。水中の魚が引く力は質量とスピードが生み出すものであり、水中においてはスピードが引く力を決定づける割合が高いと覚えておきましょう。針がかりした魚のスピード。魚が走ってハリスが張ることで浮きが沈みます。魚が餌をくわえた瞬間は浮きに明確な反応が出ません。合わせが遅れ抵抗がなければ1秒後には4メートルほど走られます。魚の突進速度は1秒に体長の10倍程度です。40センチメートルの魚なら1秒に4メートル泳ぎます。さらに1秒後には8メートル走られています。魚の突進速度は魚種が同じであれば体長、BL、ボディレングスとほぼ正比例の関係にあり、その値は平均で秒速 10BL になります。例えば40センチメートルのメジナが針がかりすると1秒後には4メートル走られることになります。実際は道糸や浮きの抵抗を受けますが、いくら浅い棚でかけても合わせが遅れれば根に潜られます。速さを生み出す魚の体型。密度の高い水中では水深の際に受ける抵抗も大きくなります。浅いプールに入って歩いたり走ったりしたことのある人なら、いかに水の抵抗が大きいものかわかると思います。それにもかかわらず、マグロは最大で時速 82km、
さらにマグロを捕食するバショウカジキに至っては時速 125km を超える速度で泳ぐというデータがあります。まず注目すべきは、これら速く泳げる魚はおしなべて水中での抵抗が小さい体型をしていることです。魚類の体型は紡錘型、側扁型、縦扁型、伸長型、延長型、短縮型の5つに分類されます。紡錘型の代表はカツオ、マグロ。側扁型はマダイやメジナ、カレイ。縦扁型はマゴチやアンコウ。伸長型はアナゴやウナギ。短縮型はフグとイメージすればいいでしょう。速く泳ぐ魚類の多くは紡錘型をしています。前から見ると縦長の楕円形で、いかにも水の抵抗が小さそうな体型です。一方、急に方向転換をしたり、遊泳速度をこまめに変えたりする魚は側扁型が多いです。また、縦扁型は海底につく魚が多く、巡航速度ではゆっくり泳ぐものがほとんどです。力学上、同一体積なら、魚体の厚さ、体高と体腹の平均が体長の約 22% の時に水の抵抗が最小となりますが、マグロはこの値が21から 23% と、まさに理想的な体型となっています。ちなみにサワラではこの値が約 12% となります。値が小さいイコール細長い魚と考えれば良いですが、一見早く泳げそうな細長い魚であっても、実は抵抗の面で不利であり、筋肉量が同じであれば、マグロほど早くは泳げないということになります。魚体の厚さと体長の比率以外に、最大の厚みが体軸上のどこにあるかということも水の抵抗に影響します。最大厚みの候補には乱流が発生し、摩擦抵抗や圧力抵抗となって水深を妨げるため、これが体の後ろの方にあるほど乱流の影響を受けにくくなります。カツオ、マグロ類では最大の厚みの位置は粉端から全長の40から 50% のあたりにあり、巡航速度で泳ぐ場合には乱流がほとんど発生しないことが分かっています。水の抵抗を減らす能力ですが、力学的に考えても証明できない謎があります。1936年に動物学者のジェームズ・グレイが20ノット時速約 37km ほどで泳ぐイルカを観察し、これにどれほどの筋力、一定重量の筋肉が生み出す力を必要とするかを算出したところ、陸生動物の一般的な値より7倍ほども強いという結果となりました。これは体型による水の抵抗の低減を考えても説明ができないレベルです。この矛盾はグレイのパラドックス、乖離と呼ばれ、大きい魚についても同様のことが言えます。このことから水生生物は抵抗を大幅に減少させる何らかのシステムを持っていると考えられています。それは例えばサメのようにザラザラした体表がかえって水中での抵抗を減らすといったことであったり、体表面を変形させることであったりします。サメ肌は乱流が体から離れるほど大きな影響を与えることを逆手に取り、わざと体の近くで乱流を作り出し、それが離れないようにすることで、結果的に抵抗を減らすという考え方に基づくもので、人間が使う競泳用水着にフィードバックされたことから広く知られるようになりました。コンピューテーショナルフルードダイナミクスと呼ばれるコンピューターを使ったシミュレーションによって、そのメカニズムが徐々にではありますが解析されつつあります。魚の体型のいろいろ。紡錘型。カツオやサバ、ワラサなど青物と呼ばれる回遊魚は紡錘型をしています。水の抵抗を受けにくく、高速で泳ぎ回るのに適した体型と言えます。側扁型。マダイ、クロダイ、メジナなど体高のある魚は側扁型に分類されます。急激に反転したり、スピードを変化させたりするのに向いた体型とされています。縦扁型。マゴチやアンコウ、ネズミゴチのように上から押しつぶされたような体型をしているものを縦扁型と呼びます。水底で体を安定させやすい体型です。大きい魚ほど早く泳ぐ。
魚は大きくなるほど早く泳ぐことができます。人間でも大きな人ほど一歩が大きく、速く走れるのと意味は同じです。もちろん鍛え方によっては、より身長が高い人より速く走ることが可能ですが、これは筋肉量や質が違うということになります。魚も生育状況によって筋肉の発達度合いや尾びれの形状などに差が出ますが、これが同じであれば大きな魚ほど速く泳げます。突進速度は1秒あたりの移動距離をセンチメートル単位で示すのが一般的です。実験では試験に使われた魚の体長 BL ボディレングスの倍数で表すことがあります。魚の突進速度は計測の条件を統一させるのは難しく、かつデータの数が少ないため大雑把ではありますが、平均的な突進速度は秒速 10BL 程度とされています。つまり体長 50cm の魚であれば1秒間に体長の10倍イコール5メートルほどの距離を移動します。巡航速度は秒速 2BL から 4BL で、突進速度との間に3倍程度の差があることが分かっています。魚の体長が異なってもほぼ同じ値 BL を示すことから、大きな魚ほど速いということになります。これを釣りに当てはめると、大型だけを選択的に釣りたければルアーなどのリトリーブスピードを上げた方がいいということになります。これには対象魚の捕食スタイルなども大きく影響しますが、例えば青物狙いのジギングでは途中からしゃくり上げるスピードを速くして小型の個体が追いつけないようにすることで大型だけを釣るというテクニックが効果的なケースがあります。ただし川などの流れの中で生息する魚種に関しては、速く泳げるということと速い流れを好むということは分けて考える必要があります。例えば大きなイワナが常に速い流れの中にいるとは限らず、むしろ餌を取りやすいかどうかが定位する場所の基準になっているケースもあります。また遊泳速度も同様で、大型の魚の方が高速で泳ぎますが、いわば限界スピードである突進速度と異なり、巡航速度は幅のある値なので、大きな魚が常に速いスピードで回遊していると一概には言えません。ただ群れを形成して回遊している魚たちがだいたい同じようなサイズであることは事実です。理論的には小型の個体群と大型の個体群では移動できるスピードに大きな開きがあると知っておきましょう。速く泳ぐ魚たちのスピードです。参考までに動画を止めてご覧ください。泳ぎ方の違い。魚が泳ぐ姿を観察してみると、うなぎのようにうねうねと体をくねらせるものや、尾びれを激しく動かすものなど、様々なスタイルがあることに気づきます。これも魚の泳ぐスピードを左右する要素です。魚が泳ぐ際の運動の仕方には大きく分けて波状運動と振動があります。細かく分類の仕方にはいくつかの考え方がありますが、一般的には細長い体をくねらせて泳ぐ波状運動メインのうなぎ型、体をほとんど使わず尾びれの振動だけで泳ぐハコフグ型、そして波状運動と振動を組み合わせたアジ型、さらに細分化するとマグロ型、アジ型、準アジ型に分類されます。他に背びれと尻びれで推進するフグやカワハギ、胸びれで推進するベラやハリセンボンなど、特殊な遊泳の仕方をする魚種もいますが、多くの魚種はアジ型に含まれます。例えばうなぎ型とマス、準アジ型では巡航速度 BL にそれほど大きな差はありませんが、マグロやカジキといった速く泳ぐ魚に注目してみると、そのすべてがアジ型の中でもより尾びれの振動を使って泳ぐマグロ型の魚種ばかりであることがわかります。速く泳ぐには全身の波状運動よりも尾びれの振動を使った方が有利というわけです。なお、イカやタコは魚類とは全く異なる泳ぎ方をします。胴の筋肉を弛緩させて水を外頭孔に取り込み、勢いよく噴射させます。いわばジェット噴射で泳ぐことは釣り人なら知っているでしょう。さらにイカは皮膚にも特徴があり、ザラザラしたサメなどの皮膚とは対照的に非常に滑らかで
動いている流れに対して最小の摩擦抵抗しか示しません。最大瞬間速度はタコで時速 15km、コウイカで時速 20km、ヤリイカなどで時速 41km にもなるとされています。実際は長時間このスピードで泳ぐわけではなく、時速はあくまで秒速から換算したものですが、時速 41km といえばシイラの最大瞬間速度である時速 37km を上回ります。数値で見ると意外なほど速いという印象を持ちますが、例えば野猿釣りなどで生き餌のアジが着水してすぐにアオリイカが抱きついたという体験を持つ人であれば、見た目以上の俊敏さを持ち合わせていることを知っていると思います。泳ぎ方の違う魚のまとめです。泳ぎ方のいろいろ。魚の泳ぎ方の要素には波状運動と振動があります。波状運動はウナギの泳ぎ方に代表される体を左右にくねらせる動きです。アジ型は双方の動きを使って泳ぐものを指し、波状運動を使う割合が減るに従って、準アジ型、マグロ型と分類されます。ハコフグ型は尾びれの振動のみを使って泳ぐタイプです。ヒレだけを使って泳ぐ魚は他にもおり、背びれ、尻びれ、胸びれが推進力を担っている魚種もいます。アジ型。体の後部で波状運動をし、尾びれの振動で推進力を得ます。高速で泳ぐ魚ほど振動を中心にして泳ぐ傾向にあります。ウナギ型。ウナギのほか、アナゴやハモの遊泳方法はウナギ型になります。泳ぐスピードは速くなく、例えばウナギはニジマスの3分の1ほどの巡航速度しかありません。尾びれの役割。特に遊泳スピードの速い魚種は主に尾びれの振動を使って泳いでいます。これらの魚は鳥が羽を羽ばたかせて飛ぶように尾びれを左右に動かして推力を得ているわけです。魚類の尾びれはそのほとんどが上下対称の正尾と呼ばれるものですが、これは円形、節形、腕入形、三日月形、二股形、線形二重腕入型に分類されます。速く泳ぐ魚ほど尾びれが深く切れ込んでいます。逆に凸型をした尾びれを持つ魚は、ごく短時間のダッシュや垂直面での激しい旋回を得意とします。速く泳ぐ魚の代表例がマグロであり、凸型をした尾びれの代表がカサゴなどとイメージすればよくわかります。尾びれの断面を見てみると、鳥の羽や飛行機の翼と似通っていることがわかります。翼としての能力の高さはアスペクト比、翼幅の2乗割る翼面積で表されます。簡単に言えば、この値が大きいほど能力が高く、結果早く泳ぐことができるわけですが、カツオでは 7.2 であるのに対して、ボラ、フナ、スズキで 1.5 から2となっています。マハゼなど低生魚ではこの値はさらに小さく、活発に遊泳する魚ほどアスペクト比が大きいことがわかります。なお、尾びれのアスペクト比は成長とともに増大します。例えば、太平洋サバ、ノルウェーサバでは体長 12cm では3であるのに 25cm に成長すると5まで増えることが分かっています。魚は大きくなるほど、速く泳ぐほど水の抵抗を大きく受けます。体長が2倍になれば体表面積は4倍になり、スピードが2倍になれば受ける抵抗は4倍になります。これに対抗するため、尾びれのアスペクト比を上げて推力を高める必要があるということです。各魚種の尾びれのアスペクト比。尾びれ断面のアスペクト比が高いほど生み出す推進力が強くなります。遊泳スピードが速いカツオとフナのような魚ではアスペクト比に4倍程度の開きがあります。同時に遊泳スピードが速い魚種は深く腕入した尾びれを持っているのも特徴です。尾びれの性能だけを見れば、ヒラマサよりもマサバの方が優れているのが興味深いです。尾びれの形状のいろいろ。回遊魚。高速で泳ぐ魚の多くは三日月型の尾びれを持っています。
上下に大きく張り出していることも効率よく推進力を生み出すことができる理由の一つです。シロギス。腕入型と呼ばれる形状の尾びれを持ちます。他にニジマスなど推進力が比較的強く、体をくねらせることで方向転換を行う魚種に多く見られます。マダイ。マダイの尾びれは二股型です。シイラやサバ、コイなど多くの魚種に見られる形状です。腕入型と比べ、より高速での遊泳に適した形状と考えられています。様々な器官を駆使して泳ぐ。ここでは主に魚の外見的な特徴と遊泳能力の関係について解説していきます。しかし、筋肉の質、血合い筋の役割や体に酸素を取り入れるシステムなど、魚の遊泳能力を決定づける要素はたくさんあります。水温もその一つで、変温動物である魚は著しく水温が下がると代謝機能が低下し、早く泳げなくなることが確認されています。浮き袋のありなしも遊泳能力を左右し、ひいてはその魚種の成長スピードにも影響します。浮き袋のない魚は成長に伴って増大する体重を支えるため、早く泳いで揚力を得る必要があります。しかし泳ぐスピードには限界があるため、その中で沈まない程度の体重が成長の最大サイズとなります。マサバ、サワラ、カツオなど浮き袋がないか、その発達が極めて悪い魚種では、最大体重が 1kg から 20kg であるのに対して、キハダ、クロマグロなどのように発達した浮き袋を持つ魚種は、数十 kg から数百 kg にまで成長します。反面、浮き袋がある魚は餌を取ったり敵から逃げたりする際の急激な上下移動の時、浮き袋が膨らんだりしぼんだりするため、かえって運動が妨げられます。この影響は特に水深の浅いところで顕著であるので、浮き袋のない魚は表層付近の環境に対応したものと考えられています。こうした例からもわかるように、魚は自分たちの置かれた生息環境や捕食の仕方に対応して遊泳能力を進化させてきました。逆の見方をすれば、遊泳能力に応じて生息域を変えてきたとも言えるでしょう。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。